もしも丸がなかったら、少し目を閉じて想像してみてください。まず最初に消えるのは子宮です。そもそも子宮は丸だから存在できている。丸がないなら子宮は四角。四角い地球って何？海や陸の端の方に行くと急に直角。いや、きっとバランスが良くなった重力で落ちない。そこの頂点に立ってみたい。そしてそこで叫びたい。スポーツはどうなる？ボールを使うあらゆるスポーツが消滅。次に車、タイヤ。よく見ると頂点がある。どうやら五角形らしい。当たり前だがスムーズには走れない。タイヤが一周回るごとに5回振動が来る。4本あるタイヤはちゃんと位置を揃えないと、一周あたり20回の振動。ゆっくりバック、ドン、ドド、スン、ドドンパ。どこかで聞いたビートを刻んでる。自転車もキャリーケースも台車もすべてのタイヤが五角形。星のマークは内側に頂点がある。きっとあのマークの外側の頂点と内側の頂点の数を増やせば限りなく丸になる。あれ、なんだこれ。どう書いても五角形になってしまう。まるでこっくりさんに誘導されているように。丸がない世界。それはただ形が変わるという話ではない。私たちは思っている以上に丸に囲まれている。そして丸に支えられている。例えば重力。重力は中心に向かって均等に働く。だから天体は自然と丸くなる。それは最も安定した形だからだ。もし丸が存在しないなら、安定という概念も少し揺らぐ。四角い地球は理論上存在できるかもしれない。だが力のかかり方は均一ではない。端には常に負荷が集中する。端は弱点になる。丸がない世界とは、常に少しだけ落ち着かない世界。文字はどうだろう。私たちの文字には曲線が多い。ひらがな、アルファベット、数字。曲線は柔らかさを生む。曲線は視線を滑らせる。だがこの世界ではすべてが直線で構成される。角が視線を止める。文章が少し硬くなる。人の心理は、丸いものを見ると人は安心する。それは本能に近い。角は攻撃性を感じさせる。
五角形のコップ、五角形の皿、五角形のテーブル。私たちは無意識に緊張しているかもしれない。しかし同時に核は境界をはっきりさせる。境目が明確になる。物事の区切りがはっきりする。丸は終わりがない形だ。始まりも終わりもない。だから永遠の象徴とされる。だが核は必ず始点と終点を持つ。この世界ではすべてに区切りがある。曖昧さが減る。丸は無限に近づく形だ。角は数えられる。五角形は5つ。数えられる安心。だが数えられる不自由。丸は滑らかさの象徴。角は選択の象徴。角があるということは方向があるということ。どちらへ進むか。常に分岐がある。丸い世界では流れが生まれる。角の世界では止まる瞬間が生まれる。もしかすると丸がない世界とは常に考えさせられる世界かもしれない。滑らかに流れることができない。どこかで立ち止まる。どこかでぶつかる。しかしそのぶつかりが新しい形を生む。五角形のタイヤ。不便だがリズムを生む。星を描こうとして五角形になる。世界が整理しようとする。それはただの偶然ではないのかもしれない。丸がない世界。そこには曖昧さがない。だが優しさも少し減るかもしれない。私たちは丸の中で生きてきた。その滑らかさに守られてきた。もしそれが消えたなら、私たちはどう変わるのだろう。核になれるのか、それとも核を削ろうとするのか。世界が補正するのなら、人間は何を補正するのか。丸がない世界。それは不便な世界かもしれない。だが同時に新しい秩序を持った世界でもある。では実際の生活はどうなるのだろう。朝、目覚まし時計が鳴る。五角形のベルがカクンカクンと揺れる。音まで少し角張って聞こえる気がする。波ですらどこかギザギザしている。顔を洗う。五角形の洗面器。水が隅にたまる。最後の一滴がなかなか流れない。朝ごはん。焼き魚。目は三角、鱗は四角、体は五角形。なんだか目が疲れる。丸い皿がないだけで
料理は少し緊張する。会社へ向かう。五角形のハンドル。回すたびにカクッカクッと止まる。滑らかな旋回は存在しない。曲がるという行為が決断になる。しかし同時に少しだけ覚悟が生まれる。昼休み、公園でキャッチボールをしようとする。五角形のボール。投げる。ボールの軌道が毎回違う。予測不能。予想できないからこそ面白いのかもしれない。不確実性は混乱でもあり、可能性でもある。夜になる。四角の月が浮かぶ。少しだけ鋭い光。だが、それでも美しい。美しさは丸だけの特権ではない。人はどんな形にも意味を見つける。丸がなくても暮らしは続く。不便でも工夫が生まれる。角張った世界は私たちに問いかける。滑らかさに甘えていなかったか。流れに任せすぎていなかったか。角は立ち止まらせる。角は考えさせる。そして時に新しい遊びを生み出す。丸がない世界。そこは少しだけ騒がしい。少しだけ不器用。だが決して終わりではない。形が変われば価値も変わる。世界は適応する。そして人も適応する。たとえ毎日カクンと揺れても、その揺れに意味を見つける。それが人間という存在かもしれない。しかし人類は諦めなかった。丸がないなら角で楽しめばいい。まず四角い地球の頂点。あの世界のてっぺん。今や超人気観光地。入園料1500万円。頂点に立てる時間は30秒。叫べるのは一言だけ。みんな叫ぶ。なんで丸じゃねえんだよ。係員に静かに降ろされる。次にスポーツ界。野球のボールは五角形。サイコロみたいに数字がある。守備はいない。打って出た数字が得点。三振以外は得点が入る。ほぼ運任せ。飛んだ。そして転がった。得点派。5点。この終盤に貴重な得点が入りました。もちろん全く面白くない。本当に面白くない。結果なくなる。でも人間は諦めない。次のスポーツはバレーボール。最初に考えた人が少しあれだった。
なんと三角形サーブの時、バッチリ面に当たった完璧なサーブ、レシーブ、手に頂点が当たる。痛い、まあまあ痛い。やめよう、これ痛い。もしかしたら五角形でやれば面白かったかもしれない。ただ残念なことに最初に考えた人があれだった。次にボーリング、スー、ピンまで転がらない。次にビリヤード、なんとか転がる。なんとかボールとボールが当たる。なんとか穴に入る。そしてボールが集まる場所に来ない。めんどくせえ。やめよう。そしてついに人類はたどり着いた。これぞ究極の楽しいスポーツ。クーキース人生ゲーム。クーキースという、いつ離脱してもおかしくない緊張感。ルーレットではなく、ただの視覚のサイコロを採用。体力の限界まで続く駆け引き。相手の表情を読み合い、終盤に今の時点のビリはズルをする。お、あいつきつそうだな。次の番、わざとサイコロを落とす。貴様、ずるいぞー。ドタ。おっと、ここでランキング1位のクーキース八段、サイコロ振り9段の幕の内おいしいぞーが脱落。子供泣く。そう、このスポーツこそこの世界の最高峰スポーツである。違う分野にも目を向けてみよう。星を描こうとして五角形になるこの世界、今や芸術ジャンルに昇格。正五角形境界と呼ばれている。完璧な正五角形を描こうと必死になる人、どうしてもいびつな五角形になる。そんな中、見事な正五角形を描く人が現れる。テレビや SNS で引っ張りだこ、武道館でライブ、スクリーンに見事な正五角形を披露。完璧だ。なんだあの完璧さは。観客は大歓声、スタンディングオベーションで拍手。この人はなんと年収2兆500億円、総資産360兆円とも言われている。そう、実はあのクーキース人生ゲームでランキング1位の幕の内おいしいぞの実の弟、幕の内安いぞである。この世界でも人類は順応する。そして最後にあの世界の頂点、今日も誰かが1500万円払って叫んでいる。丸なんてなくてもいい。
丸がなんぼのもんじゃあい。本心かどうかはわからない。丸がない世界。そこはにぎやかで少し騒がしくて、そしてどこか落ち着かない世界だった。五角形のタイヤが今日もカクンと揺れる。四角い月が静かに夜を照らす。地球の頂点では誰かが叫び、そして静かに下ろされる。そんな毎日が続いていく。私たちは最初は戸惑うだろう。丸のない不便さに眉を潜めるだろう。角にぶつかり、角に驚き、角に少しだけ傷つく。けれど人は不思議な生き物だ。どんな形にも意味を見つける。どんな不便にも工夫を生み出す。五角形の目にも慣れてしまう。五角形のハンドルにもコツを見つける。カクンという振動をリズムと呼び始める。そしていつかそれが普通になる。丸があったことさえ遠い記憶になるかもしれない。私たちは丸の中で生きてきた。その滑らかさに守られてきた。終わりのない曲線、争いの少ない形。だが角の世界は私たちに問いを投げる。立ち止まれと、考えろと、ぶつかることを恐れるなと。丸は優しい。だが流されやすい。角は痛い。だが境界を教えてくれる。もし丸がなかったら、私たちは少しだけ強くなるのかもしれない。少しだけ慎重になるのかもしれない。少しだけ丁寧に生きるのかもしれない。滑らかに進めない世界では、一歩一歩が石になる。曲がるたびに決断がいる。角を越えるたびに覚悟がいる。その積み重ねが人を形作るのかもしれない。丸がなくても空は広がる。夜は訪れる。誰かは笑い、誰かは泣く。愛は形に縛られない。美しさも丸だけのものではない。きっと私たちは五角形の世界でも誰かと手を取り合うだろう。角張った世界の中でほんの少し角を削りながら、自分なりの丸を心の中に描きながら、もしも丸がなかったら、あなたはどんな世界を想像しましたか？そしてあなたならどんなもしもになりますか？